スペースアートダンス TV へようこそ。この動画は振り付けを分析していきます。今回は All Eyes on Me というヒップホップの曲を使っていきます。選曲から10分以内に作った振り付けのポイントを整理して、構成や利用している基礎を考察していきます。もっと2人で詰め切れたらよかったなというポイントもあるので、その課題点などもシェアしたり、対策を練る時の考え方もシェアできたらいいなと思います。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーでは、ムーブで押さえるべきポイント、構成など分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していきますので、チャンネル登録の上ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。曲がとてもいいのでイメージはすぐに湧いたのですが、踊りきるに至らなかったのが悔やまれます。主にミドルスクールのステップ中心で16ビートをベースにしています。音ハメの部分も分かりやすくはめているので、ダンサーにもオーディエンスにも全体的に理解しやすいかと思います。2-8の中で縦と横、方向と高さのチェンジを組み込んでいるので、シンプルながら飽きのこない構成になっているかなと思います。また1小節ずつで考えると4つのブロックに分かれていることになりますが、ラストの4つ目は音ハメパート、そして1つ目から3つ目のブロックではカウント4とカウント8の節の部分ですね、この使い方が全部違うので、この辺りも曲の使い方として良いポイントになったと思います。利用している基礎としてロジャーラビット、キャベッジパッチ、サイドステップの応用、これを私たちはクロックと呼んでいます。ステップは主にこれくらいですかね。他に胸のヒットや膝のインアウトを使っています。今回は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、振り付けを修正したくなる一例。2、肩で8の字のリズム。3、ステップと胸のアイソレの両立。コツを伝えている解説も交えながら進めていきます。早速ですが、振り付けのここの見せ方良くなかったなと感じた部分があるのでシェアしていきたいと思います。この部分なんですが、片足のインアウトとフォーシングを混ぜたように表現しようと考えていましたが、実際に後から見てみると次のステップとの違いが分かりづらいかなというのが1点。あと全体で通した時にここでくぼみとかためを作っておけたらよかったのにというのが反省点として挙げられます。対策としてはモネストリーなどを使えばよかったかなと思っています。もしこれが露出する機会があれば、この部分は絶対に変えたいなと思います。このように振付家が動きを変える場合、全体から洞察して変更を加えるケースがありますので、機会があったらその意図などを聞いてみるのも勉強になるかもしれませんね。参考までに振り付けができるようになりたいと質問をしてくれる方によく説明する振り付けの節について過去動画で解説していますので流してみます。振り付けの構成を知ると振り覚えが良くなったりメリットにつながることもあります。ぜひこんな考え方を取り入れてみてはというところを皆様にシェアしていきたいと思います。ご説明した通り、準備、起動、着地、この一連の動作が単体であるか、もしくは複数連なっているかがフォームと考えていました。つまりどこかで途切れがあるということは、歌で考えてもらえば分かりやすいと思うんですけれども、息継ぎ、ブレスとも言いますが、息継ぎしますよね。これの単位で練習をしていった方が伸びやすいということです。ちょっと分かりやすく童謡の歌で例えてみたいと思います。まず一つ目のフォームですね。ブンブンブン。ここで途切れましたよね。蜂が飛ぶ。息継ぎして、お池の周りに野原が咲いたよ。ブンブンブン。蜂が飛ぶ。今5つの一連の流れ、つまりダンスで例えるとフォームがあったと思います。その間には息継ぎ4回、節がありますね。ここでしっかりと息継ぎができるぞというところまでを単体で5個しっかりとフォームを練習していく方が効率がいいということです。これは実例を見た方が分かりやすいと思うので、後々動画を流していきますけれども、もし振り付けが 4A とあったとしたら、どこで節があるのかということをしっかりと見定めて、その単位ごと、フォームごとに練習をしていった方が、一つ一つのフォームをきっちりとシルエットまで追求して、自分の納得いくようにループして練習していくということです。次もダメ出しになってしまいますが、肩で8の字のリズムを刻みたかったシーンがあります。しかしながらあまりよく見せきれていないと感じます。おそらく軸足への乗せ方が甘い、
もっと腰を落とすべき、次の腕のアクセントに意識が持っていかれているなどが原因かと思います。ただこの振り付けに関してはイメージもハマっているし、練習量やイメージ共有でカバーできる範囲かと思うので、反省点として次回以降の練習に持ち越すことを選択すると思います。8の字のリズムは聞きなじみがないかもしれませんが、上級者の方はさらっと上手に入れ込んでくるので、ぜひトライしてみてほしい技術です。肩の8の字のレクチャー動画から一部ピックアップして流しますので、ご興味が湧きましたら8の字のリズムシリーズをご覧いただけたら嬉しいです。さあ、ロールのハーフが確認できるようになったら、前後で丸が2つできるようになりました。これをつないでいけば8の字のリズムになっていくということになりますので、壁に当たるっていうとやっぱりハーフでロールを確認するっていうところが一番難しいんじゃないかなと思いますので、今のように順番を追って一つずつのクオリティを上げていく、ちょっとね道のりは遠いですけれども確認をしていけば結構使えるシーンっていうのも出てくると思いますので、毎日コツ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 やりながら、ちょっとね数年単位かかっちゃうかもわからないですけれども頑張っていただきたいリズム取りです。でも最初はね完璧にやろうとしないで、少しねガチガチした動きでもいいので、なんつうんですか、音に乗るっていうことを大事にしていただきたいなとも思っていますので、音楽を楽しむというところを優先に8の字のリズムを取れるようにしていただければと思います。よくステップと胸の技術の両立が難しいという質問を受けたり困っている人を見かけます。その中でも特に胸のロールとステップの両立は難しいと感じる人が多いようです。今回もこのシーンでは2人が揃っていないので今後の課題となる部分だと思います。特にハーフターン込みでの動きなので十分にイメージ共有していく必要があるというシーンかと思います。こういう胸に意識がいく場合ってステップへの注目度が下がってしまうんですが、ある程度基礎ができている場合、かなりの確率で体重の乗せ方の違いからズレが起こってしまいます。対策という面で有効だと思う解説を流しますので、もしロールがうまくできていない、揃わないなどの場面に出会ったら参考にしていただけるかと思います。このように胸を横にスライドさせた時って、できるだけ重心は反対にいった方が真ん中軸に残りやすいんですよね。ちょっと見ていただければわかると思うんですが、胸のアイソレーションを横にスライドさせた時っていった方に対して重心が乗っているので、足のステップってしづらいわけなんですよね。しかしこのお尻まで含めてスライドをさせてあげるようにすると、実際の軸足ってこっちになってて、こっちの足って一瞬だけでも浮かすことができます。ただキープすることはできないですけどね。ですのでまずやっていただきたいのは胸のアイソレーションのスライドありますよね。これを片方だけズンタカタでアイソレーション。これだとリズム感が見えないので、これを少しお尻のスライドまで混ぜてあげるようにリズムを取っていきます。そうすると縦のリズムも少しずつ感じられるようになると思いますので、胸がいった方のかかとをリズムで取れるようにすると、これがアイソレーションとプラスリズム取りっていう練習方法になっていきます。アイソレーションは横で取るものが多いので、このようにのっぺらぼうな感じになってしまって、この動作の動きの練習になってしまうんですが、リズムを練習してくると反対もそうですね。はい、急にアイソレーションがイコールダンス化していくようになりますので、ぜひこの練習はしてみてください。それでは最後に参考基礎練習として胸のアイソレの練習動画流していきます。胸のアイソレーションは主に2種類のやり方に分かれていると考えているのですが、ヒップホップを踊る際どれだけこの基礎が重要かを痛感する人も多いと思います。2つのやり方の練習動画をまとめて収録しておきますので、ぜひ一時期でいいので練習しまくってみてください。ステップと混ぜられたらクオリティが上がっているのがわかると思います。それではどうぞ。
疲れ様でした。今回はヒップホップの振り付けについて分析してみました。振り付けの構成からの視点と踊り方の両側面から考えていきました。初心者の振り付けではステップと胸、もしくはステップとボディなど2つを両立するにとどめることが多いですが、レベルが上がるにつれて3つ目の動きも入ってきます。3つの動きを全て完璧にするには上級者であってもある程度の練習量は必要になってきますが、マスターまでのスピードを上げるためにアイソレや各基礎ステップなどは丁寧に練習し続ける必要があります。この辺りが効率よくマスターできるような練習動画も出していければいいなと思っています。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからアイデアがあればリクエストをお待ちしています。またダンスに混ぜやすいアクロバットやフロアのステップバイステップ動画も出していこうと思っています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。寒い日が続きますが怪我のないようにダンスライフを過ごしてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。